こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、あいです。だいぶ寒くなってきましたね。12月ですもんね。寒い方が好きな私も最近ちょっと寒いなーって思うわ。寒い時に金属シェルのイヤホンは装着時にひんやりするけど、今回のモデルもまさにそれ。ティンハイファイのニューモデル C2 メックウォーリアーのレビューです。丸っこいデザインが多いティンハイファイにしては珍しいですね。気分を変えたかったんですかね。あ、きっと失恋したんですね。人じゃないから。メーカーだから。じゃあ、新たなデザイナーさんが加わったとか。それならあるかもね。では早速見ていこうか。はい。パッケージ内容は上の通りです。2焼きが6セットで全部真っ黒なのでちょっと驚きました。その他はこの価格帯ですし、まあ標準的でしょう。エントリーモデルの価格帯ですが CCA-CXS やセブンヘルツ、サルノーツゼロなどより一つ上の価格帯に分類されますかね。そうだね。でも3000円台で販売してるとこも見かけたからゼロとかと同じ価格帯で勝負するんじゃないかな。デザインに直線を取り入れてるのでちょっと大きめに見えるけど実はそうでもない。装着すればわかると思うけど。耳に当たる側もあまり丸みは帯びていないですけど、エッジは処理されていますし、あっさり装着できますよ。イメージとちょっとギャップありますね。ギャップ萌えですね。そんなんで燃えるんかい。シェル素材は航空グレードのアルミニウム合金。カラーリングイメージもいかにもウォーリアーって感じ。フェイスプレートにはフィルターで覆われたベントホールらしきものがあって、音が漏れてきてるかどうかチェックしたけど、どの面で聞いても同じ感じだったので、デザインの一部かも。ネジ止め外したかったんだけど、これかなりサイズ小さくて、このサイズの六角レンチがなかったので断念。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ。振動板素材はポリウレタンと液晶ポリマーの複合タイプでよく見かける組み合わせですが、新開発とのこと。N50 にネオジム磁石も最近よく目にするようになりました。今回のサウンドチェックは CCA-CXS と一緒に聞いてみました。CXS が比較の対象にしやすいこともあり、今後のレビューでも登場しそうです。イヤピもよく登場するダンジジム TAP ビートレベルです。セレクト理由はサウンドチェックの後で C2 付属のケーブルを両モデルに装着し音収録しました。ではどうぞ。音量上がります。今回のサウンドチェックは案外似ている部分も多かったですが、 CXS の低域のパワフルさに対して C2 の締まった感じとかボーカルやギターの明るさの違いなどを聞き分けることができたのではないかと思います。ではイヤピ波形チェックです。いつも測定しているような傾向でファイナル E が6キロ付近が落ちてるけど3から 4.5 キロあたりが乗られているのがちょっと意外。その他は割とまとまってる感じ。今回から TRI の角笛も加えてみた。まだ特徴がよくつかめていないけど測定結果は割と標準的に見える。視聴者さんに教えていただいたイヤピですね。外側は結構柔らかいですね。長時間つけていても耳が痛くならなさそう。そうだね。今度長時間視聴も試してみるよ。 C2 は音域が強めに感じたのでこの中では8キロ手前のピークが抑え気味で低域側が強めに出ているダンジジム TAPB を音収録に選んだわけ。ちなみにファイナル E だと少し音域が落ち着き 4.5 キロあたりが持ち上がるのでこのキャラクターの方が好みの人も多いと思った。いろいろ考えてのことなんですね。納得です。次は他モデルとの波形比較ですが C2 のシングル波形チェックをしておきましょうか。低域は波形でも聴覚上でもあまり強くはなく低中域から中域はさほど減衰せずでドンシャリ感はあまりない。ただ3キロ手前で持ち上がったカーブがそのまま8キロ手前まであまり減衰せず特に6キロ付近で小さなピークがあり高域は明るく超高域は15キロあたりでもう一ピークあり。では CXS の波形を重ねます。
CXS の低域は結構強かったですけど、なるほどこういう感じなんですね。CXS は低域はより強調、低中域から中域もより減衰と振幅のレベル差は3デシベルかそれ以上になる。中高域から高域は結構似ているけど、この部分の差がサウンドチェックで聞き取れたね。この比較では CXS がドンシャリ感強めに聞こえたのはこういう比較だったから。一方 C2 の低域はちょっと控えめだけど締まっていて、ベースラインやキックのビート感はしっかりしていてむしろ心地いい。イヤピサイズを小さめにして奥まで入れるなどして調整するとさらにいい感じに。最後にゼロを重ねてみます。400Hz ぐらいまでのカーブはそっくり。そこから 2km あたりまでの減衰はゼロの特徴で一番少なめ。中高域から上は C2 と CXS にとても似ていて 8km 手前のピークは少し抑えた感じ。シンプルに言えば低域が欲しいなら CXS、 中域の豊かさと少し丸みのあるサウンドならゼロ、そして締まった低域とシャープな明るい高域が欲しいなら C2 をといった感じ。広がりや分離感は再生環境とリケーブルでかなり印象が変化し、自分の環境では TOBTR7 でのバランス接続の時に広域のエッジが少し和らいで、広がりも分離もすごくいい感じに変化した。アンバランス接続とケーブルがトリポインジェリーでは硬質で直線的。ジェリーの特徴だろうなぁと。まとめると、ティンハイファイ C2 は控えめだが締まった低域。低中域から中域はほどほどの減衰感でこの大域の再現性は高い。中高域から高域は明るくシャープ。バランスは高域より、イヤピで高域を少し抑えたければ、単ジジム TAPB やファイナル E などがいいかも。再生能力は高いので、リケーブル、再生環境の変化で違った顔を見せてくれる。といった感じで、無駄のないクリアでシャープなサウンドという印象。ジャックさん、気に入りました？気に入ったね。第一印象から気に入ってはいたけど、再生環境を変えた時に、これはかなりいいぞって思った。この特徴が気に入れば、入手しやすい価格なので、持っていてもいいんじゃないかな、と思ったよ。はいは、今回も購入予算調整のためスルーですけど、音質は気に入りましたよ。結構欲しいです。5000円以下の価格帯のダイナミックドライバーモデルのラインナップが充実してきており、どれ買っていいか迷うところだと思いますが、この動画が参考になれば嬉しいです。ということで、ティンハイファイ C2 メックウォーリアーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。